はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。ヨーロッパ旅行記反省編ということで、大停電でね、フライトキャンセルされた、それの後始末に関してお話をしております。日本の保険会社に関しては前回お話ししましたけども、もう本当ね、親切です。それと、電話で簡単にね、いわゆる言いたいことが伝わるんでね、非常にね、ありがたかったですよ。で、今回はね、航空会社の話をするんですけども、TAP ポルトガル航空、当たり前ですけども、ポルトガルの会社なんで、もし僕がね、電話とか、あるいは現地で交渉するんだったら、ポルトガル語、スペイン語、英語、この3つが喋れないとね、どうしようもないんです。どうしようもない状態で、もうどうしようもなかったです。現地じゃ本当どうしようもなかった。何にもね、現地じゃ受け入れの体制はなかったんです。4月28日の夜の10時半に、もう何にもやりませんっていうアナウンスがあって、その後ね、個別にね、若干聞きに行ってた人はいたんですけども、わーって殺到していって、で、例えばね、今から、振り替えを頼むとか、あるいは返金を頼むとか、そんなことはね、全くなかったんです。あとはね、もうとにかく自己責任、自分でやり取りして、返金をするとか、振り替えをするとか、あるいは他の保証をもらうとか、いうことをやらなダメなんですね。今回ね、航空会社と、それからいわゆるヨーロッパすべてね、航空会社共通の話とあります。ですから、ポルトガル航空だけじゃなくって、ヨーロッパでトラブルがあった場合に、こんなことやったらいいんですよっていうような話をしますので、ちょっと長くなります。多分何回かに分けてやると思いますので、じっくりご覧いただいて、万が一ね、転んだ時は私の動画役に立つと思いますんで、よろしくお願いします。でポルトガル航空からも来たメール一通りお見せしますよ。で、ここに書いている日付と時間、これ日本時間です。28日23時27分。7時間時差がありますから、16時27分ですね。現地は夕方ですね。ということは、もうフライトキャンセルこれなってからメール来てるね。で TAP エアポルトガル、インポータント、インフォメーション about your travel plans ね。あなたのプランに関して、重要な案内がありますと。ちょっと細かいところね、僕間違ったらいかんので、翻訳ソフトを使いますね。ヨーロッパのいくつかの国で停電が発生しているため、空港の業務は一時的に大幅に制限されています。TAP は新たな情報が出るまで空港へのご来場をお控えいただくようお願いいたします。あれちょっと時間もう一回見てください。これ現地時間夕方ですよ。停電があったのはお昼12時半です。これもうはっきり言って事故やんってね。これ見てから空港行ったんじゃ、全然僕飛行機間に合ってないやん。まあいいです。もうこんなのにこだわってたら先進まないので次行きます。で、次がですね、4月の29日の日本時間で13時44分。現地時間だったら6時44分。っていうことはね、私はもう次の飛行機取り直して、その次の飛行機乗るためにチェックインカウンター並んでた頃にこのメールが来てたの。これ僕気がついたの、実はローマで気がついたんですけども、エアポルトガルからね、Change to your booking と来たんです。で、これで僕ね、ローマでカーって頭がね、血が上って、クレームのメールを入れたって、これ、過去のね、旅行記の動画の中でご紹介してるんですけども、いや、昨日の晩ね、もう何もやりませんって僕アナウンス受けてるのに、何が今更ね、振り替えだって思いません？もうここだけ見てカーってきたんですよ。で、その時ね、僕ローマでバスで移動中でスマホで見てますから、こんな細かいところなんか読んでないんですよ。さて、なんて書いてたのっていうのをね、帰国後実は読んだんです。また翻訳ソフトの出番です。お客様のフライトのうち少なくとも1便が欠航となり、新しい予定がご提案されましたのでお知らせいたします。ご提案いただいた新しい予定がお客様のご要望に添えない場合は、ご予約の払い戻しを申請いただけます。予定の変更内容は以下をご覧ください。ここ大事なことですね。上は要は振り替えのことを案内していると。
で、下はね、振り替えを僕が希望しない場合、ね、は予約の払い戻しができますよ。もうこの時点でね、さっきも言った通りです。もうすでに僕次の便のチェックインやってんですよ。ですから振り替えなんかされても困るんですね。で、この下ダダダーっと行くんですけども、これね、勘違いしたんですけど、これ振り替えの時間書いてるんじゃないんです。僕のキャンセルされた便の時間を書いてるんですよ。で、28日の話ですわ。で、ここの下に、クリックビロートゥテイクアクションということで、ここを押せば、ね、マネージブッキングってなってるから、こんなん怖くて押せないじゃないですか。もう間違って、もしこれポンとクリックして、振り替え、承諾したとなったら恐ろしいから、これは押さなかったです。もう今、事後だから押します。で、ここへ飛ぶんですよ。マネージはブッキングっていうことで、Important your booking code or チケットナンバー。で、ここにね、私のチケットナンバーと私の名前があって、で、ここにね、よーく見たらね、いろんなこと書いてる。ちょっとこれも翻訳してみますよ。チェックイン、座席を予約、旅行に追加オプションを追加、搭乗券を受け取る、払い戻しを申請する、フライトを変更する。その下で予約コード、航空番号のところで確認できますかってあるんですけども、あら、ここに払い戻しを申請するってありますよね。あ、そうなんだ。っていうことで、この Find Booking をクリックします。で、なんて、We were unable. これ多分もう終わってるからダメなんじゃない？ちょっととりあえず翻訳しますよ。僕の拙い英語じゃ伝わらない。そうやね。リクエストを処理できませんでした。これもうね、終わってる話だから、ここクリックしてもダメなんですよ。なのでね、ここを入れてももう僕の予約内容は見れなくなってますね。ということで、このメールはこれでボツですわ。次に来たのが5月9日金曜日の1時31分。これは僕日本にいるからもう日本ね、帰ってからの話ですから日本時間ですね。真夜中だな。向こうはね、夕方ですよ。実はね、この前に僕アクションを起こしてるんです。なので、そのアクションに対する返答なんですよ。どういった返答なのか、またちょっと翻訳しますね。ディアカスタマーぐらいはわかるんですけども、ご登録が完了しました。お問い合わせ番号を添えて、以下のリンクから苦情の報告をお送りください。で、よろしくお願いしますということでね。要は何かっていうと、私ね、もう必死になってね、返金の窓口見つけたんです。見つけたんだけど、何やらわからないからね、とにかくもう登録をして、そしたらそれに対してね、登録ができましたって返事が来たんですね。で、ポルトガル航空のホームページ行きますね。ポルトガル航空、ここにね、言語を変えれるようになってるんですけども、この中にね、日本語なんかあるはずがないんですよ。ですから、英語どこ？英語。これか。ね。で、英語。もう、はい。これで英語のページにしました。さあ、それでね、結局ね、どこだってね、これ探すのめちゃくちゃ大変だったんですよね。今見つかるかな？ここで見つけたんじゃないかな。ちょっともう一回翻訳しますね。とにかくね、大変なんですわ。いや、ないね。ちょっとわかんないな。しょうがないな。最悪の手段で、ブラウザで日本語翻訳します。これあんまり僕好きじゃないんですよ。ものすごく変なね、翻訳されるのでね。予約の管理いきゃいいのかな。予約の管理じゃないな。とにかく見つけるの大変だったんですよね。いや、ここじゃ見つからないな。ちょっとメールの方からね、入ってみますよ。そうなんよね。ここなんです。クレームのページがあるんですよ。ホーム。このページが実は、ローマでね、僕スマホで見つけてたんですけど、なかなかね、日本に帰って探すの大変だったんですけどね。で、ここにね、クレームを打つ欄が、項目があって、ここで打てたんですよね。なんかすごくね、
不親切。はっきり言ってものすごい不親切ですよ。振り替えも正直、僕、お願いせんかったけど、簡単にできたかどうかも怪しいし、それからこの返金もね、僕がやったやり方が正しいかどうかもわかんないんですけど、要はクレームをつけたみたいな言い方になってるんですよ。日本人の感覚からしたらね、俺クレームつけたつもりないんですよね。振り替えするか返金するか選べって言われてるから返金したいだけなんですけど、なんて言いながらクレームのメールの中に、いろんな書くことがあって、それで、要望というところにもうね、僕最初にローマから送った時はあやこやね、いろんなことね、僕の自分の思いを書いたんだけど、そんなこと書いてもね、ヨーロッパ人まともに相手してくれないんで、もう要点だけ書きました。返金を申請します。これだけね、翻訳ソフトを使ってまたやりますね。返金を申請します。Request a refund。もうね、これだけ書きました。もうそれ以外余計なこと一切書かなかったんです。で、そっからの話をね、ちょっと続きしますね。で、申請はね、したもののね、ポルトガル航空から、なかなか返事返ってこないんですよ。その間にね、ちょっとね、ググってみようっていうことで、ポルトガル航空返金、これで検索してみますよ。そしたらね、って何？ TAP ポルトガル航空の EU261 の対応。何これ？これが公式やね。それから、ポルトガル風のフライトの保証遅延キャンセル拒否。返金不可の航空券をキャンセルする利点はありますか？ TAP はパンデミック中にキャンセルされたフライトの払い戻し。旅行代金が全額返金。なんかね、普通に僕みたいな形で、返金しましたって出てこないんですよね。で、なんだろうこれ。EU261。何これ。EU261 フライト保証金窓口。TAP ポルトガル航空の遅延欠航で最大600ユーロの保証を受け取る方法。EU261 完全ガイド。何これっていうのをね、見つけちゃったんですよ。で、ちょっとこの話が長くなるので、動画ここでね、分けたいと思います。ではね、ポルトガル航空の返金に関して、これむちゃくちゃ本当大変だったし、なんかね、見たこともないものが出てくるし。っていうことで、ちょっと長々となりますけども、ぜひね、チャンネル登録をしていただきまして、この話の続きご覧ください。